地球は虫の惑星と言われるほど多くの虫が生息しています。その数は数千万種。毎日新種が発見されて、その数は増える一方です。虫の魅力は何といっても空を飛ぶところ。私たち人間は虫の羽ばたきに大空を飛ぶ夢を重ねてきました。ドローンも虫の飛行から大きなヒントを得て日々開発されています。このドローンに乗って虫たちを探しに行きましょう。今回ご紹介するのはカミキリムシです。日本にはたくさんのカミキリムシがいます。その数はおよそ800種。大きさも4ミリから50ミリを超えるものまでいます。色彩も多種多様です。まずはとても身近なカミキリムシへ GO！ 1番手はラミーカミキリです。10ミリから20ミリほどの小型のカミキリです。鮮やかな黒と薄緑と白色が特徴です。5月から8月くらいまで見られます。カラムシという植物で多く見られます。インドシナ半島北部から中国、台湾、日本まで広く分布しています。ラミーカミキリは19世紀後半に日本に入ってきたと言われています。当時の日本は繊維を取るためにラミーという植物を外国から持ち込んだ際、このカミキリが一緒に入ってきたと言われています。よく見てください。とてもかわいいですね。カラムシの茎を食べています。とても良い音がします。こちらは交尾をしています。一生懸命です。生き物は子孫を残すために生まれてきたと言われています。ラミーカミキリも食べて恋して、そして子孫を残すために一生懸命ですね。あ、こちらは飛びましたね。では私たちも次へ GO！ どこへ飛んでいきましょうか。緑がたくさんあります。ではこの木を覗いていきましょう。いました。これはクワカミキリです。体長は32ミリから44ミリほど。全体的に黒っぽいですが、よく見ると黄色も灰色も青色も混ざった複雑な色彩のカミキリです。毛も多いです。7月から8月頃見られます。その名前の通り、クワの木に集まることが多いです。クワの茎をかじっています。それも2匹で仲良くかじっています。ぐしゃぐしゃという音が聞こえてきます。繊維質の多いサトウキビをかじったような感じでしょうか。長い触覚が特徴です。アブラゼミの声が聞こえてきます。これが日本の夏ですね。とても良い音を聞きました。もう少し夏の音を聞きたいのですが、先へ行きましょう。空から見ると日本は本当に緑豊かな自然にあふれていることがわかります。アカメガシワの木が見えます。アカメガシワには昆虫たちがたくさん集まります。覗いてみましょう。いました。ゴムダラカミキリです。黒色に白い斑点が特徴のカミキリムシです。日本では最もポピュラーなカミキリムシです。昆虫採集初心者でも容易に見つけられるでしょう。体長は25ミリから35ミリ。触ってみると案外がっちりしています。こちらはメスですね。メスのカミキリムシはオスと比べて触覚が短いのです。
それにしても一生懸命に食べていますね。おやおや、もう一匹やってきました。おっと、メスの体に乗りましたよ。あれれ、メスは体を入れ替えました。なんと交尾しました。決定的な瞬間を捉えました。あっという間にオスはメスの心を射止めてしまいました。すごい早技です。もう一度見てみましょう。オスがやってきてメスの胸あたりを舐めています。メスは体を反転させてオスを受け入れます。オスはすぐさま交尾しました。なんだか短い夏を舞台に花の命短し恋せよ乙女を連想させるカミキリムシの恋物語でした。お邪魔虫はおいとましますね。ではでは。日本には神社がたくさんあります。鎮守の森といって神社を囲むように樹木が生えています。この森にもたくさんの昆虫がいます。赤いカミキリムシを見たことがありますか？これはホシベニカミキリです。大きさは18ミリから25ミリ。5月から8月頃見られます。南方の海岸に多く生息していましたが、温暖化の影響でしょうか、近年都市部へ進出しています。ホシベニカミキリがかじっているのはタブノキです。神社には何十年何百年越す大木のタブノキがあります。鎮守の森を支えてきました。近年ホシベニカミキリがタブノキを食い尽くしてしまうのではないかと懸念されています。とても美しいカミキリムシですが、害虫として駆除されるかもしれません。カミキリ好きには頭の痛い話です。では、ホシベニカミキリが末永く生きられるようにお祈りしていきますね。さあ、一気に山へ行ってみましょう。真っ白いお花が見えますか？これは日本の山で最もよく見られるノリウツギというお花です。ここにはたくさんのカミキリムシがいます。カミキリムシの宝庫です。近寄ってみましょう。いますいます。たくさんいます。まずは定番中の定番、四つ筋花カミキリです。体長は14ミリから22ミリ。6月から8月頃見られます。黒と黄色の筋があります。このカミキリはとにもかくにも交尾ばかりしています。一旦交尾すると人間が触ってもなかなか離れないほど夢中になっています。そしてこちらは二筋花カミキリに高野細花カミキリ。なんだか舌を噛みそうな名前ばかりですね。みんなノリウツギが好きなカミキリムシです。夏、平地の暑さに疲れたら山あいの涼しい林道を訪れてみてください。ノリウツギを除けばたくさんのカミキリムシやコガネムシが見つかるでしょう。では、しっかりと漁を楽しみましたので、再び空中散歩へ出かけましょう。太陽の光を浴びて緑輝く山々です。日本人は昔から山を大事にしてきました。俳人たちは山への愛情と尊敬の念を込めて、春は山笑う、秋は山装う、冬は山眠る、そして夏は山滴ると歌にしています。先人たちは自然への依附と永続的な保全を願っていたのでしょう。ではでは、森と平地の境である林縁と呼ばれる付近を散歩してみましょう。たくさんの木々や花々があります。風通しの良い林縁部にはたくさんの昆虫がいます。カマキリ、コガネムシ、
蝶々、セミなどさまざまな昆虫と出会います。おっと、今日はカミキリムシでしたね。いましたいました。これはとっても小さいですね。そして細いですね。虎模様です。そうです。細虎カミキリムシと言います。6ミリから11ミリほどの大きさです。5月から8月頃見られます。おっと、交尾しましたね。あっという間です。とても激しいです。しかもオスは何度も生殖器を出し入れしています。これは精子置換といって、後から交尾したオスが先に交尾したオスの精子をかき出して自分の精子と置き換えてしまう行動です。遺伝子を確実に残すために編み出された生態です。私たち人間では見られない行動です。昆虫というミクロの世界の方が私たち人間よりも子孫繁栄という使命を果たすための強い情念を感じます。カミキリムシの世界、いかがでしたか？今回ご紹介したのはほんのわずかです。どれもこれも美しいものばかりです。そうです。自然とは美しいのです。虫が苦手な人もいるでしょう。でも小さな生き物、言葉をしゃべることができない生き物と接することで弱い者の気持ちを読み取ることができるのです。それを優しさと言います。またドローンに乗って自然に虫に会いに行きましょう。ではまたお会いできる日を楽しみにしています。